春から初夏へ、季節が移ろう南房総の海へ。千葉県鴨川港第三新生合同丸さんから出船。今回は中深海の人気ターゲット黒ムツから春の名残を追うヤリイカへ、贅沢なリレー兆候をお届けします。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今千葉県南房総の鴨川港に来ておりまして、今日は第三新生合同丸さんにお世話になります。これから勝浦の方に向かいまして、ヤリイカをメインに今日は狙っていくんですけれども、その前に行く途中のポイントでなんと高級魚の黒ムツが狙えるということで、黒ムツをまず釣ってからヤリイカ釣りという今日は豪華なリレー戦になっています。そんな美味しいもの尽くしのリレー戦の様子を今日は皆さんにお届けしたいと思います。それでは行ってきます。うねりがまあまあ残ってます。こんな早い時間出るの久々だから気持ちがまだ寝てる。仕掛けは船宿さんで購入したこちらのサビキ仕掛けを使っていきたいと思います。重りは200号です。釣りスタートです。まずは高級魚黒ムツ狙いや。もう夏目前、だいぶ暖かくなってきました。着底95メーター。着底したらそこから10メーターぐらいまで上にやって、こうやってちょっと探って止めるっていうのをやってきて、それを5、6回繰り返したら入れ直すみたいな感じです。釣れました。釣れた。10メータ10メーター。なんだこの辺りは。ゴツゴツしてるぞ。社長なんだ。おー、黒ムツ。おー、釣れた。おー、すごい。サバもいた。あ、お友達ね。もう針1本切られてるわ。おお、ナイス。美味しそう。これ中華丸揚げサイズだね。うん。だいたい10円でもう俺は置き竿だった。マジで。ただ上げたり下げたりをって下げるの。すごい反応。10から15ぐらい。いや10、20出てんな。いい反応。いい反応だよ。はい。ついたついた。海が悪い。おい、ついてんじゃないの。ついてるよ。おお、うまいね。ちょっと肩いいじゃん。すごい。もうね、下げたりだけど電動やっちゃった方がいいよ。でどうすんの。85です。下げたり下ろしたりのウィーンって巻いちゃうの。ウィーン。あ、そういうことか。サバ釣った時と一緒だよ。止める、必ず。あ、ついた。当たったな今。切られた。小盛りもサバかな。お、いた。アジでかアジ。おお。まあこれ結構難易度高いから。はい。丁寧にやれば。はい。釣り開始30分ぐらい経ったんですけど、社長が黒ムツ4、杉田0、サバがちょっと多いですね。ケンケンいつの間に3匹釣ったの？どう見てもサバです、動きが。うわ、すごい。何それ。8匹も上がった今。サバのサバラッシュになってきてしまったので、仕掛けを3本針に変えます。はい、これください。どうぞ。107メーター。手返し重視や。底付きの15メーターぐらいだけど、さば気をつけてね。上からそばらに乗ったらすぐ巻いてね。
バじゃなかったら嬉しい。おおおおおおお、すごいすごい。あーあー一匹だけ。散骨したので。ありがとうございます。掘り込みが。これ3本の方が楽かもな今。黒ムツじゃないけどお土産釣れました。黒ムツではありませんが美味しいのを釣れてよかった。あ、ラスト1投。はい。重い。サバじゃないんじゃないこれ。これサバじゃないかも。サバ、なんか取れた。社長は何かな。私これ最後はサバじゃないと見た。あ、8匹だ。頼むからサバ以外でお願いします。でも引きはサバっぽくないような。8匹。8匹が1、2、おお。でかい。おお。8匹トリプル。ケンケンも8匹。でっかくね。でかい。8匹パラダイスや。1種目目にして結構お腹いっぱいになってきて、ね、この後まだイカも狙いに行けるという。おお、いい引き。お、やったやったやった。1個帰っちゃった。8匹。やった。8匹が最後に釣れてくれました。ダブルです。置いときますよ。時刻は4時50分。いよいよイカ釣りへ行きます。はい、ということで1種目目黒ムツ釣り終了しました。お疲れ様です。黒ムツね、朝一チャンスでしたね。はい。社長はコンスタントになんかずっと釣ってて6匹。すごいね。コツは何だったの？なんかふにゃふにゃってやるんじゃなくて、もう5メーターウィーンって巻いてみんな細かくやってたよね。あね、だから結構速い動きに反応したかも。真っ暗なうちの一瞬がその黒ムツのチャンスだったってことで、そしてすみません、杉田はちょっとダメだったんだけど、明るくなってきたら今度8匹ラッシュが来て8匹の美味しい魚ってね、船長が言ってたからね。引きも良かったですね。朝一の黒ムツ釣りのポイントはとにかく仕掛けをぐちゃぐちゃにしないこと。もしサバが来たりぐちゃっちゃうんだったら針数を減らして手返しよく、とにかく魚がいるそうに持っていくっていうのがコツだと思いました。ということで次はヤリイカ釣りです。イカの仕掛けは今はちょっとサバも多いみたいで、船長のおすすめで11センチブランコ仕掛け5本針を使用していきます。重りは180号です。この見たけどね、イカの顔見たけど、サバが戻したらやっぱ多いらしいから。敵はリンダ少ないけどね、やっぱりちょっと潮が降って早いから、あえてそういう方が悪いんでね。イカ何年ぶり？ヤリイカ。2、3年ぶり。やばい。ただ単純にイカが食べたくて来ました。ちっちゃいのは去年も今年もやってるんで、ね、はい、じゃあこれやってください。どうぞ。124です。124。あとぶつきの10メーター、15メーター、そうですね。最後の俺の声が来ますから、長さがね、とかのやり方なんです。そこから15メーター。ちょっとまずはそこに行ってもらわないとね。ダメだ、サバがついちゃうね。サバが。サバだなこれ。サバ取ってもいますからね。サバの真似やりますから。サバ取れた。さあ着底。乗った。乗ったんじゃないこれ。いた。お、やった。スルメ。ナイススルメ。1杯目麦かかわいい。
100メーターぐらいの層にサバがいて、そこをくぐり抜ければイカの層に行けます。これ直結にしたところで一緒なんじゃないの？こんなうねってんだよ。イカバレるって直バレるよ結、ね。絶対バレる。今だってスズメイカむにゃむにゃなんだけど、なんとかっていうところでついてて上がってきたもん。数名だからかもしれないね。直結だったらちょっと厳しいと思う。でっかいの釣りたいね。ここ最近の超過見てたらさ、2、30センチぐらい多分あるすごい大きなサイズのヤリイカとかスルメイカがたくさん上がってたんだよね。勝浦でかいから。いいよ。サバゾーン抜けたんですけど、さあ着ください。いやー、あ、サバはつきそうでつかないのね。よし、イカじゃイカ、そこです、そこ。入れないで。あー、サバっぽい。サバがバレないで。あー、サバもついてる、絶対。痛い痛い。おお。サバがバレた痕跡がやっぱそこの方にいる予感。でも上の針についてたから上に浮いてるのかな。これはヤリです。やりました。イカ釣り始めて1時間ぐらい経ったんですけど、結構潮がぶっ飛んでて難しいです。あとね、サバがものすごいたくさんいて、もうまずそこに着くのに一苦労っていう状況です。なんとかもうちょっと大きい方、あと数も釣りたいですね。さあ、そこ行ったよ、そこ行ったよ、そこの方行った。ずっしりずっしり、これいるんじゃないかな。いたいた、やばい、服に引っかかっちゃった。はい、釣れた。3杯目。本当に丸イカのようなかすかな感触で、でもそこにつければ結構チャンスあるわ。じりじり積み重ねて3杯。黒ムツとブツブツ、こう黒ムツと交換こしてくれる。やだ、船用意してます。そこに着いたら一気に巻いて、よいしょ。おっ、乗ったくさいな。いたいたいた、でかい。よし、いっぱいいっぱい拾い釣りや3本針で大丈夫。小サイズ釣れました。4杯目。今のは結構しっかりした当たり出ましたよ。そうやって来たの？さっきからずっとこれで釣ってる。本当に？本当だって。そこに着いたらぐっと竿を上げてパッと下ろす。でちょっと止めて竿先がクンクンってしないか待って、合わせていなかったらまた巻いてシュッてやってトンドン。これを1メーターごとに下ろしながら探っていきます。サバが来てしまいました。あー、疲れる、腰が。何でもやりすぎって言葉があるからね。もうザバついたのに。15メーターでサバつくな。どうなってんねん。ああ、もう落ちればね、ポチポチかかってくるんですから。5本にしたけどサバが来るからまだ3本に戻しました。どこまでもサバがついてくる。あー、頼むから着底してください。サバの膀胱がやばい。あ、これいけるんじゃない？これ着底じゃないの？した。久しぶりに着底しました。お願いします。よし、やった。5杯目。終電の。いや、イカは
本当にそこにさえ落とせればいるんだけど、結構波のうねりとか、あと自分の所作的な問題もあって結構バレちゃうんですね。10メーターぐらいのところで上まで上げてくるのが結構難しいけど、なんとか拾い釣りできてて楽しい。重りが切れてしまった。サバではい、じゃあ上げてね。上げてください。もう少し乗り換えだったかね。他の船もダメだったんだみたいなね。黒ムツヤリイカリレー終了です。ヤリイカちょっと難しかったけど、なんとか食べる分は確保しましたので港に戻ります。はい、ということで港に戻ってきました。今回の動画なんですけれども、今私がつけているこちらのサングラスを作っているスポーツサングラスブランドの鳥の口さんとのタイアップ動画となっておりました。このサングラス何回か使わせていただいて、すごく皆さんにおすすめできるなと思ったので、今回最後にご紹介させていただきたいと思います。今回皆さんにご紹介するのは新作サングラスのモーションシリーズになります。私が今つけているのはブラックレンズでして、こちらはですね、シンプルで軽いのはもちろんのこと、デザインもすごくカジュアルなので、釣りだけじゃなくって普段使いにも街歩きだったりとか遊びに行ったりとか、あと釣り帰りにご飯食べに行ったりとかもできるようなスタイリッシュなデザインのサングラスとなっております。しかも価格は2600円台とかなりお手頃価格になっております。それでいてさらに変光レンズも搭載されているので、海面のギラつきも抑えてくれて視界がすごく見やすい仕様となっております。その他にもブルーレンズやオレンジレンズというのもございまして、インパクトがあってよりスタイリッシュな印象になっています。社長とケンケンも今回同じモデルのサングラスつけてます。つけ心地どうですか？いや、いいよ。さっきまで変更って知らなかったけど2600円変更ってやばいね。やばいね。実際釣りで使うサングラスを買おうって思った時に、皆さん何を買ったらいいのか、高いのも安いのもどれがいいんだろうって迷う方も多いと思うんですけれども、鳥の口さんは Amazon のスポーツサングラスカテゴリーの中で最も実績があるブランドという風になっていますので、2600円という価格なのに、この価格をさらに超えてくる価値があると思ったので、皆さんに今回ご紹介しました。今回この動画を見てくださった皆さんに、動画を公開してから7日間限定で使える 5% オフのクーポンも発行していただきましたので、こちらのサングラス気になった方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。いただきます。自宅に戻ってきました。今回のリレー戦で釣った黒ムツ、あと8匹ヤリイカスルメイカを使って、今日は豪華南房総海の幸刺身盛り合わせを作りたいと思います。8匹の鱗は結構硬いですね。油乗ってそう。炙る前に先に切った方が皮がぐちゃぐちゃになりづらいので切っちゃいます。よいしょ。わ、すごい油。わお、想像以上の油乗りでした。8匹の身はカツオとかサバみたいな色してますね。すごい、めっちゃ油乗ってる。なんか皮を取ったらすごい脂が乗ってるアジみたいだな。切れた。イカを食べるときは念のためアニサキスチェック。スルメイカにはいません。ヤリイカにもいません。全部の魚が切れたので盛り付けます。できました。初夏の南房総海の幸お刺身盛り合わせです。早速いただきます。乾杯。ヤリイカからいただきます。しばらく釣りに行ってなくて、ずっと釣りたてのヤリイカが食べたかったんですよね。甘いしパリパリですっごい美味しいです。スルメイカをいただきたいと思います。
スルメイカの方がちょっともっちりしてて、これはまた別の美味しさがありますね。初めて食べる8匹、血合いも多め。ちょっと生姜をつけようか。身と皮の間に脂がすごい乗ってたんですけど、魚の嫌な臭みではなくってバッと広がる旨味みたいな感じですごく美味しい。この血合いの部分は最初そのまま食べた時少しだけ魚の感じがしたんで、今生姜をつけたらすごいちょうどいいですね。意外ともっちり系のカツオみたいな感じの食感です。最後に黒むつ、ちょっとわさびつけて、これはここまで脂乗ってる黒むつ食べたのは初めてかもしれないっていうぐらい脂が乗ってて、この黒むつのどぐろぐらい脂乗ってますね。今回1日で釣ったこの魚をあえてシンプルにお刺身の盛り合わせにして食べたんですけれども、全部美味しさが違って釣り人の醍醐味みたいな感じのお刺身盛り合わせが食べられてよかったです。リレー戦にしたことで1日でいろんな種類の魚を釣れてすごく楽しかったです。これからの時期ですね、今回行った釣りもそうですし、他にもいろんなリレー戦もあると思いますので、何釣りに行こうかなって悩んでる方はリレー戦おすすめです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。食った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 。いいよ。まあ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 。お、赤い。お、おお、でけえでけえ。すごい。いやいや、いい。2キロぐらいあるんじゃないのこれ。いや、絶対あります。ねうわ、いいね。おめでとうございます。ご視聴ありがとうございます。チーチャーフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場で